皆さんこんにちは。本日はルミナスプロダクションズのクリエイターによる技術紹介動画クリエイターインタビューの CG ワールドコラボスペシャルをお送りいたします。今回のクリエイターインタビュースペシャルでは1月24日発売ルミナスプロダクションズ第1作目のゲームとなるフォースポークンの体験版であるフォースポークンデモを題材にその開発技術についてインタビューしてまいりたいと思います。司会は私 CG ワールド編集部の尾形が務めさせていただきます。今年の6月に発売した CG 映像クリエイター総合誌の月刊 CG ワールド287号ではフォースポークンのメイキング特集を掲載しました。今回は実機画面と3人のクリエイターへのインタビューを通してアニメーション、UI、VFX について深掘りしていきます。では自己紹介をお願いいたします。はい、フィールドアクションチームリードアニメーターの遠山と申します。本日はよろしくお願いします。UI 全般を担当しております山下です。本日はよろしくお願いいたします。リード VFX アーティストの野添と申します。本日はよろしくお願いします。 CG ワールド287号ではフォースポークンを22ページにわたって特集しました。その中にアニメーションと VFX は入っていたのですが UI は掲載しきれませんでした。今回は UI も紹介できるのに加え実機画面もご覧いただけるのでフォースポークンにおけるクリエイターの挑戦がより一層伝わると思います。それでは早速始めてまいりましょう。フォースポークンといえばやっぱり魔法パルクールが非常に特徴的です。このパルクールのアニメーションはどんな意図でどうやって作られたのか遠山さんに伺っていきたいと思います。まずは私の方で魔法パルクールを試していきたいと思います。とりあえず魔法パルクールこの丸ボタンを連打していればできちゃうんですね。そうですね、はい、丸ボタンを押していただいてこの高速のスプリント状態で障害物にぶつかるだけで簡単にパルクールアクションが出るようになっています。おー、あ、飛んだ飛んだ。あ、そうですね、今のもそうですね、で壁に向かって丸ボタンを連打すれば飛んだ気持ちよく登って頑張れフレーザー。あ、いけたあ、楽しい広いオープンワールドをこう世界の広さとか多様性を体験できるっていうそういうメリットがある一方でやっぱり移動に時間がかかるっていうデメリットもありますよね。でも魔法パルクールってそういうこうデメリットをエンターテインメントに変えるストレスが全然ない。やっぱこう移動そのものをコンテンツにするっていう思想で作ってまして、やっぱ特徴的なのがこうやって障害物にこう積極的にぶつかりに行くっていうことがこう前提になっているデザインになっているんですけれども、障害物にぶつかるだけで本当に簡単に自動的にそのパルクールのアクションが連鎖するようになっているので、本当に非常にカジュアルなシステムになっているかなと。では続いて遠山さんによりスタイリッシュな魔法パルクールを披露していただきたいと思います。ちょっとじゃあまずはちょっと、スキルから、はい、これは先ほど尾形さんもプレイしていて出てたと思うんですけど、丸ボタンを押すだけで高速のスプリントとこのようにパルクールのアクションが出るようになるスキルですね。あと時々こう炎に包まれていると思うんですけど、こちらですね。こちらは彩動というスキルになってまして、発動するとより速いスプリントが出るようになっています。で特性が1個ありまして、スタミナを回復しながら走ってくれるっていう特性があるので、掛け合わせることで無限にずっとワールドを走り続けることが可能になっています。じゃあ次がですね、こちら舞踏っていうスキルになってまして、ジャンプして着地したと同時に×ボタンを押すことで発動できるスキルなんですけど、こちらはスタミナを消費しないスキルになっているので、こちらも一緒に掛け合わせることで非常に上手にワールドを駆け回ることができるようになってます。このパルクール自体がこう、着地と移動がセットになっているんですよね、確か。そうですね、実在するパルクールのトリックをベースにしていろんなアニメーションを作っています。パルクールはやっぱ歴史があって、もう定義が本当しっかりあるものなので、そこから逸脱しないようにとにかくやっぱパルクールであることにはこだわって制作しました。もう一つスキルのちょっと紹介があって、こちら四角ボタンを押すことで発動できるスキルなんですけど、渓流といって、照準をこう定めて狙ったところに飛ぶことができるスキルになっているんですけれども、
ちらは四角ボタンをポンと押すだけでも活動ができますし、四角ボタンを長押しすることで集中っていうモードになって世界が時間がスローになるので、一定時間なんですけれども、その間はこうゆっくり照準を定めて狙うことができるようになっています。じゃあせっかくなのでここからちょっと分かりづらいですけど、あそこに宿があるので、あそこにちょっとパルクールを使っていきたいと思います。ちょっともう敵は無視します。そうですね、パルクール発動して音を入れながら渓流を使って、こんな感じで慣れてくると、すごい高低差のあるところ一瞬で飛びましたね今。本当これがもう魔法パルクールの醍醐味ですね。これを設計するにあたって情報のやり取りだったりどう作っていくかっていうのは相当複雑だったんじゃないですか？自然地形がずっと広がってるんですね。でやっぱこういった自然地形ってサイズとか形状みたいなものをフォーマット化するのがやっぱ非常に難しかったので、レベルデザインとそのエンバイロメントとその魔法パルクールのお互いのルールとか事情がバッティングしちゃってお互いにやりたいことができないっていうことは本当に避けたかったので、本当そこはセパレートして開発を行いました。地形に影響を受けずにアバウトに飛ぶためのシステムとして、確かパルクールセンサーっていうものを作ったっていうことも、CG ワールドの取材の時に教えていただきましたけれども、ボリュームのあるレイキャストで常にフレーの周囲を検知していまして、フレーの前後とか、あとスティックの入力した方向に対して何があるかとか、あとこういう移動のスケールが変わることでもいろいろ解像度を変えてエネミーの攻撃アクションに対してもパルクールで対応することができるんですけど、エネミーを検知しているセンサーと演武を検知しているセンサーっていうのは別にあって、並列に 2,3 種類ぐらいセンサーが常に走ってるっていうイメージですね。この辺 VFX 班ともやっぱ連携はあったんですよね。はい、ここは多分非常に野添さんに苦労かけたんじゃないかなと思っているんですけど、例えば先ほど紹介した渓流っていうスキルって、アクションとか移動方向とか尺が固定なので、いわゆる決め打ちのスキルになっているんですけど、この魔法パルクールの走りとかジャンプってそういったものと本当真逆の性質になっていて、スティックの入力でどっちに進むかも可変ですし、移動スケールも可変なので、そういったかなりその開発の事情も組んでいただいて制作してもらいました。パルクールで使われているいろんなパラメーターっていうんですかね、速度だったりとか、いろいろあるんですけど、それらをエフェクトの方に渡してもらって、でエフェクトはノードベースで作られているので、そういったパラメーターを受けて動的に、見た目を変えることができるようなデータを作れるので、そのトライアンドエラーがすごい発生したっていうことではなくて、プレイヤーがプレイした時によりその気持ちよく感じるとか、その操作した時にいい感じにエフェクトが発生するとかっていうところに重きを置いて作っている。CG ワールドの取材でも魔法パルクールについてはいろんな話を伺えたんですけれども、実際にこの実機の画面を拝見しながら改めてまた説明をしていただくとより面白いし分かりやすいし楽しかったです。よかったです。ありがとうございました。今回はアニメーション編をお届けしました。次回は UI 編をお届けします。ぜひご覧ください。